鉄人28号でしょ。かっこいいなと思いながら使った。お前崎北北東の風風力いくつビーバーだよ。この初代のね歌川広重がとてつもなくちょっとヘビーなが転じて厚木市になったんだって。なるほど。この番組は芦ノ湖山木商店アル工房遊漁船北丸 ATFC 株式会社カムパネラ株式会社司総研相模湾サザンブルータコ足ラグーンレストラン&バーバモノステル羽生拓也さんヤシチ以上の仲間の提供でお送りします。さあ菅原さん、うん、この前はタイニートーピート風のお話をちょっと伺いましたけど、まあ、ルアーの話でしたけど、最初期のね、菅原さんが今度最初の頃のリール、ちょっとありますけど、ここに素晴らしいですねこれ。多分僕らと同年代、つまり60代デコボコから下でいうとそうだな50、40代後半ぐらいの人たちってその初期の頃の自分が使ってた若い頃使ってたリールっていうと何っていうと大抵みんなアーブ両軸リールなのね。でスピニングだったらカーディアンっていうのがみんな出ると思うんだけど、俺ほら釣りを始めたのがさルアーフィッシングそのものが割と子供じゃん。だからそれらはこう手に入らないっていうかさ、やっぱ高嶺の花だったわけよ。でね、それともう一つはそのゆくゆく両軸リールベイトリールを使うならこれ使えよって親父に言われたのがこのクローズドフェイスリールなのよ。いわゆる親指でラインをリリースして親指でサミンをかけるっていうのが、だからロッドをこう持ってこう振るっていう、動作がガングリップですしね。ガングリップでやりやすいように親父がこれでやれって言われたのがこのクローズドフェイスリールなんだよね。でこれは実際に小学生の頃俺が使ってたやつのちょっと後の俺としては2代目のこいつなんだけど、当時もこのワインレッドの今見ると何とも言えないこの、いや美しい色ですね。でしょ。もうまあこっちは小豆色なんだけどさ、このカップの方がね何とも言えないワインレッドでさ、当時はこれがねかっこいいなと思いながら使ったのがまあこれいわゆるクローズドフェイスリールだよね。これ今の若い人たちって知らないですよね。知らないだろうね。仕組みも仕組みわかんないよね。この中でこれで取ってきましょうか。この爪の部分、ここにラインが引っかかってこのスプーンに巻けるという。したがってこう巻き取るのでまあ糸がよれるんだわ。よれましたよね。しかも結構非力なんですよね。そう張力がない。だけどこれがその当時のバス釣りあるいはかっこいいなスプーンを投げてトラウト釣る、あるいはもう何でもだよね。何でもですね。やってた。こいつりやったらすぐぶっ壊れるんですよね。そうそれでこっち、まあこれは台話だけどこっちはねオリンピックですよ。オリムピック S190 っていうこれさこれかっこいいですね。これ形がこれどう見てもさ鉄人28号でしょ。いや本当ですね。ね、なんかこの色とでまたこの音がこれだ。いいですね。レトロですね。そうこれがスピニングリールで
まあやっぱスプーン投げたりミノ投げたりしてたけど、当然そのぶっ込みでも使ったり、もう何でもかんでも、ですよね。そう当時の少年時代の俺のね使ってた。スプールカバーたまらなくかっこいいですね。いいでしょ。これちょっとかなりいいですね。美しいですよね。かっこいい。これでもオリンピックさんはこれどこかの海外のこういう形のリールを模倣したんですかね。オリジナルデザインなんですかね。ね。素晴らしいなんかこう美しさ。刻印がしてあるんだけどね。おそらくその輸出もしてたんでしょそうですよね。う。多分。かっこいいですね。メンテしようと思ったらこうちょっと外してパカッと外してね、オイルもさせるという。いいですね。もう当時の小中学生レベルでも、メンテができる。メンテができるっていう。メンテできるって大事ですよね。ゆえに還暦を過ぎてもまだ持ってるっていう。まあ部品が少ないねっていうのはやっぱ壊れにくいことの証でもあるから。いやでもいいですね。このなんか2つともこの丸っこいデザインってすごいですね。この時代に。でこいつらを相模川のいわゆる砂利穴と呼ばれているその残存庫に持ってっちゃバス釣ったりライギョ釣ったりしてキャピキャピしてたんですね。遊んでたわけ。少年時代。まあこれらを持ってね、その相模川のこの下の方に行ったの。今でいうところの、新幹線の、相模川橋梁のちょっと下あたりに松の木が土手のところに3本植わってるとこがあって、なんか地元の人は通称そこを三本松があるからさんまの下の池だよって言えば、もうそこだというのがまあなんか三本松あってポイントがあったんですね。ポイントがあったわけ。今もうすっかり埋め立てられて綺麗なグラウンドに整備されてるけど、そういうのがあったわけで、そこでまあ一番このシリーズの冒頭でも話したけど、そのトピードを投げてね釣ってて、その時使った理由たちがまあこいつらなんだけど、そのさ当時そこに行ってたまあ足しげく通ってたんだけど、釣り仲間が当然俺にも当時いたのよ。唯一その俺の小学校時代中学の同級生で君というねまあみっちゃんってしようか。みっちゃん。みっちゃん、このみっちゃんは後々ね東京水産大学現東京海洋大学に入ってで就職する、結構当時理数系優秀なやつだったよね。こいつですしね。そうで彼とよく行ってたのよ。でね、みっちゃんと相模川。そうである日ね、さ当時家庭にエアコンが流行り出して、普通の一般家庭でもいわゆる夏の暑い時期にクーラー使いましょうみたいな、ビーバーエアコン霧ヶ峰みたいな懐かしいですね。でそのビーバーがこうのアニメーションが CM で使われてた時代なのよ。で俺はそのさっき言ったサンマ、いわゆる三本松の方でビーバーを見たのよ。ビーバーだよ。でよく考えてみりゃビーバーなんか日本にいるわけねえじゃんね。でカワウソに違いないと俺当時思ったわけ。多分中学1年ぐらいだと思うんだけど、あれはきっとカワウソだと。まだいたぞね。要するに明治時代だからなんだかにもう毛皮で取られちゃってね、いなくなったと言われているカワウソが相模川にもいたって言って、それをそのみっちゃんにね、みっちゃんサンマにカワウソいるぞってみっちゃんに言ったわけよ。そしたらみっちゃんはニコリともせず一言で「それヌトリアだよ」っていやカワウソだよと俺は言い張ったわけ。
だってねこうトップやっててウイドの横バーッと泳いでて対岸に渡りきってそいつは俺の方を見てニッて笑ったといや俺にはそう見てたのよで笑ったとこう振り返ってニッて笑ったそうみっちゃん誰にも言えないみたいな笑ったとそしたらみっちゃんはニコリともせず歯が赤かったろって俺はその口からなんか血を流してるぐらい赤いのでそのちょっと不気味だったわけよでカワウソってそういうもんだろうと思ったわけそしたらみっちゃんニコリともせずにそれヌートリアだよってもうその頃からやっぱ水辺の生き物には詳しかったんですねみっちゃんねみっちゃんどのぐらい詳しいかってねやっぱりみっちゃん科学の人なんだよやっぱりでねこれさもうどこまでお話できるか分かんないんだけど後々俺はそのまあ後にも出てくるけどその相模原のね麻布獣医大学の附属高校の淵野辺高校っていうのに行ってでそのまま獣医にはならずに大阪芸術大学の舞台芸術学科のところに進学するわけよ。でねでみっちゃんはどういう少年かっていうと当時さ短波でさラジオよ、でお前崎北北東の風風力いくつ気圧何ミリバールっていうのをラジオを聞きながら気象図を毎日書くようなやつだったの。海洋オタクですね。ね、そのぐらい几帳面なやつでなおかつ当時まだオタクってことはないから日本になんとも妙な名状しがたいやつだったのよ、彼は。とてつもなくちょっとヘビーな人ですね。そうでも俺にとってはそのみっちゃんが思い出としては強烈ですね。強烈でしょ。その短波でラジオを聞きながら気象図かけるってすげえじゃん。なかなかでもでもそういうラジオ聞いてる人ってもいたな。そういましたね。でね俺当時ね少年チャンピオンの愛読者だったの、ガキデカとかね、そういうのがこれねマカロニほうれん草とか連載してて少年チャンピオン面白かったのよ。みっちゃんはサンデーとかマガジンを読んだのね。だからみっちゃんとこ行くと釣り吉三平があったのよ。なるほどね、で菅原知ってるって矢口隆夫っていう人があゆのことを少年誌で連載始めたぞって見せてくれたのが矢口隆夫さんの釣り吉三平の一番最初のなんだっけ清流のプリンスだっけそれをだから矢口さんのその釣り吉三平シリーズの一番最初を俺に教えてくれたのはそのみっちゃんだった。ただ相模川って相模川下流部ってでかい石がなくて友釣りができない向かないのよ、ね、どちらかというと転がしだったりドボ釣りだったりっていう河川なのでだから俺はその鮎の方には触手が動かなくて俺もみっちゃんもルアーだっただけどね。菅さんちなみにその全くこうなんかほら夏休みのやつに山辺出てきたじゃないですか、あれは餌なんですか毛針なんですか。延べ竿的な釣りはしなかったんですか。しただから山辺釣りはいわゆる赤ライオンとか青ライオンとかの毛針を使って流し釣りだよねをやってた。だからいわゆる、ピストン釣りではなくて俺はその流し毛針の赤ライオンとか青ライオンを使った、毛針釣りをで山辺を釣ってで山辺釣ってるとねかなりの確率で鮎かかるんだよね。当時過去域ですからね毛針食べる鮎多いでしょうね。流し毛針のでねその鮎が何匹か釣ってるうちに混じるじゃん。で今度その鮎を餌にしてぶっ込みやるわけよ。それ何のためにやるかっていうとうなぎを釣るためで全然そのドバミミズとかを使うより食いがいいですね。食いがいいのよ。それもこの理由でやってその鮎をねかけてぶっ込んででうなぎ釣りをやってた。でその当時さ足がものすごくこう
たくさん、今綺麗になっちゃってるけど、だからその足をかき分けてね、でその方法っていうのはやっぱり俺の親父がぶっ込みでうなぎ釣ろうっていうんでやった。で夜になるとさ、子供からしてみるとこの足の背がすごい高いじゃん。でどこにいるか分かんないじゃん。ところがさ、ぶっ込み釣りだから穂先に鈴つけるじゃん。とチリチリチリンっていう音がさ遠くから聞こえるのよ。と同時にラジオのナイターを親父が聞きながらやってるわけで、親父はもうアンチジャイアンツだったから、もう太陽ホエールズのもともと要するに川崎に住んでたそうかはいはい、そう多摩川の元にですね、殿町わかるよね、トレックさんあるところですね。トレックさんあるところ、ちょっと内側の川崎市川崎区小田っていうところに当時親父がね独身時代から住んでたから、もう地元なのよ、その太陽ホエールズは後の横浜ベイスターズになるけど、だからそのナイターをね太陽線を聞きながらうなぎのびっこ水でやってるわけよ。とその夜の真っ暗の中でもこの足をかき分けていくと親父がぶっ込みやってるって、そこ俺も行って一緒にその鈴の音とラジオのナイターの音を聞きながら親父を探して親父と一緒に竿を覚えて釣ってたな。確かにね、なんか匂いとか、ね、こう見えるものっていうのも記憶にありますけど、音もいいですよね。そうだからなんかチリチリチリンっていうね、その穂先につけた鈴の音をねが何とも言えない、その夏の釣りじゃん。夏毛針で、そうですね。鮎を釣ったりとか、ウイカ釣ったりとか、足が生い茂ってるのもね、夏だし。そうで今もだから綺麗に整備されてしまったけど、っていうのはさっき言ったその三本松サンマのポイントのあたりって国吉ってわかるかな、浮世絵師の、彼が田村の私って言ってそう相模川を渡る渡し船の情景を描いてるのね。でそれは寒川町側、つまり海老名市寒川茅ヶ崎のあちら側から厚木市側を見た、厚木市および平塚市の上の方を見た景色なの。で田村の私そこにあったのね。でそこに松の木が描かれてるのよ。いいっすね。昔からそういうとこだったんですよね。そうだから今思えばあの場所にできた砂利穴に俺はで釣ってたんだなって。でそれはね今でいう上川取水堰のちょっと上なんだけど、もう限定的なすごくローカルな話だけど、新幹線の相模川橋梁と、上川の堰のちょうど間あたりに、でその新幹線橋梁よりちょっと上が俺の住んでた今度戸田の渡っていうところなんだけど、そこは今度この初代のね歌川広重が絵にしてんのよ。そうでね、これね見れば分かるんだけど、なんで戸田の渡かって広重が描いたのね戸田の渡であって分かるかっていうと、これ大山なのよ。なるほど。大山丹沢山系のこれのうちにこの大山道が日本遺産になるんだけど、その大山とこの富士山の位置のこの角度からこれは戸田の私の情景に違いないっていう分析なのね。でというとさ、ここに写ってる2艘の船って渡し船のように見えるじゃん、違うんだよ。これ実は相模川の上流のさっきこの番組の冒頭でも話したけど桂川の方、はるか上からですね。はるか上から材木を運んでるのよ、山梨県側、あるいは中津川とか小鮎川とか、そういうところから材木を流してそれを集めるから厚めぎが転じて厚木市になったんだって。なるほどね。でその厚木からさらに下流の、馬入川を経て平塚、あるいは茅ヶ崎の柳島っていうところにこの材木を送って、それが江戸に搬送されたり西日本の方に行ったりするのにこの丸太を組んでいかだにして
その当時の職人が運んでる図なのよ。こここにこれ見りゃ分かるけどさ、飯作ってんでしょうね多分ね。そうねこれでこう板でこういう、してここで煮炊きをしてこれ食いながら相模川を渡ってどんだけ水量があったんだよってって話ですよね。しかも河川構造物もなかったってことですよね。でしょ。でさっきも言ったようにそのうなぎのぶっこみ釣りをやったりして楽しんだ足原をかき分けていったっていうその足原も描かれてるという。足いいっすね。そうこれが要するに初代の広重ってねどんどんその2代目3代目4代目ってその代を継がれて明治時代までこう続いていく絵師の家系なのでなんだけどこれは初代のやつなのでまあ大体嘉永年間、安政とか嘉永の頃の相模川の情景であろうと幕末よりちょっと前ですね、の様子だろうというのをこれはね厚木の郷土博物館でこれクリアファイルが売ってたんで。で思わずねとか思って買ってしまったんでもちろん浮世絵買えないからさ何日かかったんでしょうね。ねそしてどうやって戻るのかとかすごい気になりますよね。こういうねだからこれさパタパタパタってこう蛇腹状っていうかなっててこれ多分畳んでヒュッと背負ってずっと平塚街道を歩いて戻るんですかね。堺まで戻ったら今度大山街道や浦沢大岡を登って厚木の宿場。川が曲がってるからそれができたのか。そうなるほどね。すごいな。でここにほら白鷺もいてさこんな絵一枚にもなんかかつてのその砂利穴ができる前のそうですね現世の川ですね。現世から続いてる川ですよね。マスも登ったろうし鮎も登ったろうしっていうのがね伺えるっていう。でねちょうどだからこの絵を分析してる専門家がいるんだけどちょうど戸田の私のあたりでおそらく広重がね大山に登る途中に私に乗る前になかなか粋な風情だなっていうんでこれを描いたのであろうっていうその富士山と大山の位置関係から考えてでその戸田の私っていうのは実はねそれも大山街道なのよ。大山街道って大山に登る道って大体関東一円から30本以上あるんだよね。正確に36本とか7本とかあるって言われてる。そのうちの1本の柏通り大山道って言って戸塚から相模川を渡って大山に到達するっていう東西にそうだから矢倉沢大岡大山街道要するに今でいうところの国道246青山通りの1本下の平塚川のその街道を当時広重は歩いたのではないか。でこの風景に惚れて出会ったと。でもここに行ってみたいですね今度ね。どう見えるのかっていうのはね。でもなんかこれ多分ですけど、当時めちゃめちゃ川幅広かったはずなんですよ。これその都線の上から見た景色っていう可能性はないですか。それももしかしたらそうこっち岸が映ってないっていうのを見てね、すごいな。実はね広重はこれ以外にもう一枚ねほっかけ船わかるよね。わかります。はい、が行き交っているここの情景も描いてるの。それは今俺手元にいないんだけどそれはねほっかけ船だよ。すごいですよね。それは厚木からやっぱり平塚の方にかけて木炭とかいろんなものを資材をねそうですね山から炭もあったでしょうしね、を運搬してたんだって。で当然その人も定期船だって明治時代の資料を読むと明治の初期まではその定期連絡船が厚木から平塚まで船で行ってたんだって。っていうのは当時小田急線がないので、そうかそうまあ当たり前ですよね。で明治中期になってくると今度東海道線が開通するんじゃんと東京からそのお客さんが来て厚木で鮎食おうってなった時に平塚まで来てそれを厚木の芸者さんが迎えに行くので平塚までそれをねその定期連絡船で船で平塚まで迎えに行って平塚から今度お客さん馬車に乗せて
厚木までどんな大臣遊びだよと思うんだけど、その芸者さんが乗った川下りの船がその戸田の私のところで転覆して、芸者さん6人かながもう濡れネズミになってここにたどり着いたっていうのが当時の神奈川新聞の俺調べたんだけど記事になってんだよ。まあ大事だったでしょうね。芸者臭相模川に落ちるっていうね。なんか今では想像できないですけど、どこまで潮が上がってたんですかね。そうだね。もう今はその上川関のあたりまで潮が差してくるって言うけど、当時どのぐらいまで来たのかね。でも植生見る限りここ潮来てそうですよね。ね。てかもうさらに遡ったらさ、それこそなんだろう、縄文海進の頃なんて120メートル今より海面水高かったわけでしょ。でも関東平野ほぼ海じゃんか。ぐちゃぐちゃですよね、どっちにしても。でね、30万年ぐらい前だと相模川って今こうやって湘南に流れ出してるけど、横浜市に流れてたんだってね。まあそうでしょうね、きっとね。それが今の鶴見川とか片平川の原型だったらしいよ。だから今こういうふうに直角にほぼ曲がって相模湾に落ちてるけど、そうではなくてこっち側に流れてたらしい。それが30万年前とか40万年前の話らしいけど。まあね、三浦半島がどんな形だったかも分かんないですもんね。そうだよね。いやなかなかリールの話からリールだいぶ置いてけぼりにはなりましたけど、これが菅原少年のリール。ぶっ込みにも使ったし、ルアーにも使ったスピニング。そして、スピナーも投げ、トップウォータープラグも投げしていたクロースドフェイスリールです。この番組は芦ノ湖山木商店、アル工房、岩手県大船渡市沖来遊漁船北丸、 ATFC 株式会社カムパネラ、株式会社司総研、相模湾フィッシングガイドサザンブルー、タコ足、ラグーン、レストラン&バーバモノス、テル、羽生拓也さん、ヤシチ、以上の仲間の提供でお送りしました。